オス、日進月歩、塩田正宏です。オス、正先生。今日はですね、ちょっとヤフー知恵袋に、すごい興味深い質問と、アンサーが書いてあったんで、先生に聞いてもらいたいなと思って。質問が、合気道の呼吸投げの定義について教えてください。私の中で呼吸投げとは、自分から相手に仕掛けることではなく、相手が攻撃をしてきた勢いを利用して投げると思っているのですが、合っていますかっていう質問をされている方がいたんですよ。それに対して、アンサーが、呼吸投げの定義は確かに難しいですね。私の中では呼吸投げとは、名前のついていない投げ技で、しかも関節を小手返しや四方投げのように決めることなく、体さばきと崩しで投げる技法の総称と捉えていますと。なるほど。というのが、アンサーで来てたんですね。で、確かに呼吸投げってよく聞くけど、全然わかんねえなと僕も思ってたんで、ちょっと正先生見解、呼吸投げって何なんすかっていう聞きたいなと思って。いや、今質問した人も、回答した人も、めちゃくちゃ合気道知ってる方だと思いますね。すごいいい質問です。呼吸投げって確かに、いや、これも呼吸投げだし、あれも呼吸投げだし、じゃあ呼吸投げって何なのっていう、本当にこの名前、一箇条とも名前つけれないから、じゃあ呼吸投げにしようかっていう部分もあって。ちょっと待ってくださいね。そうなんですか？全部呼吸投げなんですよ。いや、いや、そのトランプのジョーカーみたいな扱いと呼吸投げって言われてんすか？いや、本当にそうで、でも一番最初、勢いに任せて、体さばきで崩すっていうのが、オーソドックスな、養心感の人だったらこの答えを出すかなっていう、本当に体さばきで崩すんですよ。相手の力を利用して。で、確かにそれ呼吸投げだけども別のも呼吸投げだから、確かに関節を決めないで投げるのが呼吸投げだねっていう回答にはなってくるんですけども、なるほど。そうですね。そしたらオーソドックスなその呼吸投げっていうものはどういうものか、塩田合気道である呼吸投げの審査である呼吸投げは、決まってるので、じゃあそれでちょっと考えていきましょうか。なるほど。これがまず呼吸投げって言えるものがあって、例えばこうやってこう投げるものも呼吸投げって言うんですけども、これ一箇条の形だから一箇条投げって言っても別に間違いじゃないんですよ。でも呼吸投げって呼んでるところもあるんですよね。でもこれが呼吸投げだっていうものが、審査の科目にあるので、まずそれが本当の呼吸投げというか、な部分があるので、ちょっとそれを説明する感じですかね。そもそもの素人意見として、なんで呼吸ってついてんのっていう、呼吸が大事なんですかって思っちゃうんですけど、その辺は関係ありますか？その、審査で出てくる呼吸投げに関してはあるんですけども、こういうのに関して言ったら、そんなないんですよ。さっきのヤフー知恵袋に質問してきた人の中では、やっぱ相手と呼吸、本当にタイミングが合わないと効かない技なんですよ。なるほど。呼吸を合わせるの呼吸。そう。はあ、なるほど。そんなのも全然僕分かってなかったんで、めっちゃ面白いです。タイミングです。タイミング投げのことを呼吸合わせるから呼吸投げと。そうですね。ただ別のものも呼吸投げって名前がついちゃってるから、ややこしいことになってる。もう呼吸投げのカテゴリーに入れといたね、みたいなになっちゃってるんですね。そうですね。ほんとタイミングの技。真の呼吸投げっていうか、本来の呼吸投げ、これがザ呼吸投げっていうやつも見せていただきながら、一応これも呼吸投げっすね、みたいなのも見せていただきながら、思います。わかりました。お願いします。お願いします。ということで、道場の方に移動してきました、塩田合気道の三原さんと藤井さんです。お願いします。お願いします。ということで、今日は呼吸投げのいろいろを教えてくださいということなんですけども。まず2人黒帯でね、今まで呼吸投げっていっぱいやってきてるはずですけども、そうですよね。呼吸投げって何ですか？いや、聞きたい。呼吸投げってタイミングで投げる。呼吸しながら投げること、リラックスしながら投げることかなるほど。呼吸投げっていろいろ技があるじゃないですか、でも塩田合気道で審査で呼吸投げってあるじゃないですか、その呼吸投げってのは、さっき三原さんが言ったように本当にタイミングを合わせて、相手の呼吸に合わせてですよ。だから相手と吸ってるタイミングも一緒だしっていう合わせるような感じです。そうなんですね。相手が打ってくるのに自分が逆に吸うとかじゃなくて、それも合わせていくような感じですよね。面白い。階段一緒に歩いてる時あえて前の人に合わせていくようななるほどなるほど。でも本当にそんな感じなんですけども、例えばね、こうやって投げるのも呼吸投げとか言っちゃうからちょっと変わってきますよね。
今のも呼吸投げ。今のも呼吸投げ。ちょっと今の呼吸とかタイミングじゃないじゃないですか。こう投げた時に相手に合わせてね、こう外れないようにとかね。これはでもオーソドックスな呼吸投げではないんです。一箇条投げとも言えますよね。一箇条の形ではあるから。ちょっとオーソドックスな呼吸投げ一回見せていただいていいですか。まずじゃあ見せますね。はあ。こんな感じですかね。ちょっと一本背負いみたいな。確かに見えるかもしれないですね。はいはいはい。受けと呼吸が合ってないと難しいんですよ。今のは正面打ち、横面打ちとかいろんな攻撃の仕方で、はい、そのタイミングに合わせて技をかけていく。そこをちょっと説明していきますね。で、まず受けはこう打ってくるじゃないですか。だから受けを取ろうと思ってたらタイミングも合わなくなる。受けが受けじゃあこう来たから呼吸投げだな、タイミングを取ろうと思うと、はい、合わなくなる。とりあえず受けはここをめがけて打つ。本気で打っていく。相手のタイミングにあって入り身相手に入っていかなきゃいけない、はい、でこのタイミングで崩さなくちゃいけなくて、はい、だから先に動こうとしたらもちろん相手も追いかけてきちゃいますから剣の場合ね、はいはい、なのでそう打ってきた時こう入ってこなきゃいけないんですよね、はい、それプラス打ってきて、はい、ここが自分の中心になるようにならない。投げる側の中心に。そうですね。相手がちゃんと力入ってるじゃないですか、打ってくるときは、はいはい、だからこう中心に合わせたらこう相手が動いていくんですけども、これだとねまだ崩すには至らなくて、この打ってくるのに合わせてそのまま乗せてあげてちょっと足を動かしてこういう感じで来るんですよね。だからこの左足の開きも大事。左足の開きがなかったら自分ってぶつかっちゃうんですよ、僕と。だからこう打ってきてちょっとこうずらして中心がずれないようにして下に下げてあげると崩れる。なるほど、開いてましたね。自分がちゃんとこう相手のこう剣にビビらないように入っていくことも大事だし、打ってくる呼吸に合わせて入っていく、で中心整えてその力を利用して体さばきを変えていく。でもここはあんま重要視してない人もいる。左足を、これじゃあ相手ぶつかるからじゃあ受け身取ってんなとかね分かるんです、足の動きは相手の力によって変わるし、さらに横目打ちだったらもっと変わるわけですよ。やっぱ大体力が乗るのって30度弱なんですよね。でも横目打ちの場合はもっと開いた方がいい。だからここも難しいんですけども、宮原さん、横目こう打ってきてここまでこう打ってくるわけじゃないですか、はい、こう打ってくるのに、はい、ここに自分が避けてるこの手も構えじゃなくなっちゃうし、こう入ってくるこの力を一切妨げずにこう打ってくるわけだから、これを妨げずに助長してあげる相手です。なるほどなるほどなるほど。勢いを利用している感じしますね。なのでその邪魔をしない。こうやって今ねこう押してます、ほらなんかちょっと痛い感じもするし、じゃあ受け身を取らなきゃって、そういう感じじゃなくて、本当にこう打ってきたら助長してあげてこう持っていくんですよ。リアルだと、受け身今みたいに後方受け身でいいです。飛ばなくて打っていくの邪魔しないでずーっとこう落としてあげる。なるほど。だからたまにこうやって足下げてる人がいるけども、足下げるとどうなるかっていうと、こうやって打ってきてゆっくりいきますよ。こう下げたらここでなくなっちゃうじゃないですか。そしたらもうね回転して技とか別の技につなげるにはいいけども、その最後が乗らなくなっちゃう。ここで足を引いたら、崩れちゃうじゃないですか、でもこうやってなんか投げた感じになってるのは、まあ理には合ってないですよ。自分の全部中心にあってで向こうに体重を乗せていく。で助長っていうか助けてあげてるっていうことですね、勢いを。これってちょっと怖いから受け身を取ろうとか思う技だけども、ちゃんと相手に合わせて入っていって、その力を利用させていただいて崩す技、なるほど、いいですね。合気道っぽいですね。これがうまく合ってくるとこれなんかかっこいいなって思いますよね。ザ・合気道っていう感じしました。正面突きもあって、こうちょっとこう中心にあったら崩れるじゃないですか。なるほど。正面突きバージョンの呼吸投げもあるという、だからなんかこれ持ってこうやって崩してる一本背負いとかじゃないんですよ。このちゃんと入っててこう中心になったらほら崩れる。確かにな。握られてないですね、先生ね。握ってないですですね。握ってないで、だからタイミング合わせ中心だと動いちゃうじゃないですか。片手持ちをやると分かりやすい。ここら辺で投げてると僕ここにかかっちゃう。それが自分のタイミングでこう自分に入ってくる。もうその弱くなっちゃう。だから合気道のね片手持ちっていうのはねすごいタイミング合わせやすい技。
こうやっても動かないから、そうですね。それに入ってて自分の中心を整えていくと、こう崩れるのもね、受け身も取らなくていいです。最後までこうやってやっていけばお尻から崩れる。これも今のも呼吸投げ。今のも呼吸投げです。だからこう来た時にそのままタイミング合わせてこういく。なるほど。で自分は安定。投げる時に受けの脇に入るのも脇に入れて体を持ち上げようということですか？まあいろんな人がいると思いますけども、脇に入れてるってことはね、中心合うからいいんですよ。どういうことですか？ここら辺でこうじゃなくて、ここまでいったらほら、中心分かりやすいそうことです。自分の中心が合ってるってことだから、これででもいろいろ持っちゃったりするじゃないですかみんな。そうですね。でもこれほら中心合ってるからより効きやすくなる。練習方法として脇入れるんですよ。確かにこうやって。ちょっと全然わかんないです。何言ってるか。ちょっと待ってください。こうやって自分こう脇入れてこうやって。脇に手を、はい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 。でも脇を掴んでこう投げてるわけじゃなくて、それは自分の中心を整えるため。木から人の体を持ち上げる意味ではないです。意味ではないですね。おそしたらね、最初こっちで持ち上げちゃう。そうこっちで持ち上げると弱くなってねっていうテクニックもありますけども、これで持ち上げてるわけじゃない。脇に入れるパターンと脇に入れないパターンだとどっちがいいんですか？初心者の人は脇に入れた方がいいです。あこっちだけだとなんか体がもうずれちゃうというか、こっちが入ってると体がちゃんとこっち向くから、なるほどね。こうはあんまやらないです。なるほどなるほど。だから意味があるんですよ。形がこう整ってきたらしっかりまっすぐになるから脇に入れなくてもいいよっていう。そうですね。今のが審査の呼吸法ですね。タイミングずれてこうやって「えっ!」とかやってるけども、完全に自分がもう先に行っちゃう。相手を見てない。呼吸が合ってない。呼吸が合ってない。まさに。相手を見る必要があるんです。合気道やるときやっぱりずっと相手を見つめることをしないで、よく先生言ってるじゃないですか。で打ってきたときずっと相手を見る必要があります。じゃないと先に行っちゃったりとかあるじゃないですか。なるほど。相手を見ないと呼吸が合わせれないんじゃないんですかっていうことですかね、藤井さん。目線は見てますよ。でも見てないですよっていうのが結論なんですけど。相手の方向を見てるんですか？相手がいる方向。相手がいる方向を見てますね。だからもちろん打ってくる剣を見てたらこうなっちゃうわけだけども、中心がずれちゃうけども、相手こう入ってきてこういう感じだから合ってくるっていう。もう全見てるみたいなことですかね。そうですね。いつもの。見てはいるけども見てないっていうか、分かるでしょ？分かりますよね。そうですね。なるほど。ということで、呼吸投げとはその正先生の中で言うと何すか？相手と呼吸を合わせて体さばきで相手を崩す技ですね。なるほど。いただきました。ありがとうございます。じゃあまたお会いしましょう。皆様練習してください。バイバイ。